っと早くしないとね、トンボが来てね、卵を産んじゃうんですよ。一瞬水が溜まったところに、さっきもね、卵を産んでちょっとやめてくれってなったんですよね。まあ、どうでもいい話。どうでもいいですよ。はい、皆さん、こんにちは。車の大地のカフカシノピーです。今回は、ここ最近ね、フロントガラスに固形ワックスを使ったりとか、ちょっとね、違う使い方をいろいろしてきたんだけども、その中で、ガラスの撥水剤。例えば、今回使おうと思ってるのがクリーンビューのハイブリッドストロングなんだけども、これをボディに塗ったらどうなるのかと。そういうね、ご質問をいただいたので、ちょっと実験してみようと思います。で、やる前に言いたいのが、真似はしないでください。そして、僕もやりたくない。で、ちょっと実写は無理だなって正直思ってます。その理由が、この撥水剤ね、スマートビュー1もそうなんだけども、酸が含まれています。で、ハイブリッドストロングでいうと、無機酸っていうものが入っていて、結構ね、大きいくくりなんだよね、無機酸って。例えば、硝酸とか、あと、リン酸、あと、フッ化水素酸、あと、硫酸とか、その辺も無機酸になるのかな。今のを聞いただけで、結構やばいなと思ったでしょ。それがね、ボディに使えない理由なんだよね。この酸がちょっと強すぎてボディのこの塗装を傷めてしまう。塗った時にちょっと垂れてきて、あーやばいと思ってちょっとしたら、あれちょっと白っぽくなってるっていう経験ある人いるのかな。僕は一度あるね。これもう終わったわと。どういう感じになるのか、とりあえずちょっとお見せしようかなと思います。じゃあ結構汚れてるので軽く洗います。撥水とかしてんのかな。してないね。でかいな。これもらったんですよ。もういらないやつ。なんかもう正直地べたでもよかったんだけど。よいしょ。こんな感じで洗って、で水垢あるのでリンレイの水垢スポットクリーナーでちょっと水垢を落とします。浸水状態になったからいいでしょう。はい、結局なんやかんや言って磨いちゃいました。深い傷は落とせなかったんだけども、細かい洗車傷は、今後また何かに使うと思うので一応磨いて落としました。で、軽くコンパウンドが残っているので洗います。イオンデポジットとかその辺も磨いた時に落ちたので、すごい綺麗にさーっと水が引いていく感じですね。でこういった感じで浸水状態で、イオンデポジットとか水垢も一緒にある程度落ちたので、水が徐々に引いていった時にこの水滴の残りも少ないと綺麗だね。 OK、 今日の仕事はこれで終わりと言いたいんですが、本題を忘れておりました。ハイブリッドストロングを成功するんだよね。せっかく磨いたのに。吹き上げるよりもね、こっちの方が綺麗に水が引いていくのでいいんですが、ちょっと遅いから拭いちゃいます。でちょっと乾くのを待ちます。すげえ綺麗になったな。いい感じ。乾いたのでマスキングテープを貼っていきます。いつも通りこの辺かな。まっすぐ引けてるね。そしたらどっちか左側にハイブリッドストロングを塗っていきますか。準備が整いました。でさっき真ん中だけ引いたんだけども、ちょっと横に1本増やしました。理由としては、例えばガラスに塗っていてちょっとこぼれた、すぐ拭き上げようっていうパターンと、あともう本当に塗ったくって、正直ねやりたくないみたいなことを散々言ってるんだけども、ボディ自体はね絶対確実に傷むと思うけど、撥水水はじきはどうなんだっていうのは正直気になっています。なので2箇所に施工して、1箇所右側は何も施工しない形で、ムラとかシミとか、あと白くなるのかどうかとか、その辺を見比べていきます。そしたらまずこっち側はもう本当に塗ったくって乾燥するまで待ちます。5分から10分いきます。ついにこの日が来てしまったか。うわー、塗ってますよ。いないからこんな人。これ絶対ねやんない方がいいよ。ダメなの知ってるから。磨いたばっかなのにド M ですよ、やってること。やべ、ちょっと向こう行っちゃったよ。すぐ拭けば大丈夫か
いやもったいない。いいでしょう。黒いボディだから分かりやすいと思うんだよな。で一旦放置します。で乾いただろうなっていう頃に手前側塗ってすぐ拭き上げる。で奥も拭き上げる。で何か違いが出るのかどうか、そこを見てきます。こんな感じ。すごいなんかポツポツ、これが落ちるのかどうかですよね。重要なのはすぐに拭き上げた方は意外に綺麗。かといってやんない方がいいですよ。こっちね、意外に綺麗。ちょっとマスキング剥がしてみてミセコと違いあるかもしれないけど分からん。もう手前も拭き上げれば綺麗になるのかな。どうなんだろう。乾いてきたからちょっと拭き上げてみましょう。濡れたクロスで拭き上げます。どうだろう。で乾いたクロスも使っていきます。なんかこの辺もなんだこれダメか。こっちダメだ。なんだこの違いは。ベタベタしてる。あれ思ったより綺麗に拭き上げられてるかも。昔のは何だったんだ。もう綺麗に拭き上げられてない場所で言うとちょっと見にくいんだけども、ここの筋、これはねもう通れないね。もう白っぽくなっちゃってる。もっとクラックとか入るぐらいになるかなと思ったんだけど、意外にそんなことないか。白っちゃけてるよ。あとはどうだちょっと映しにくいんだけども、ここも白くなってますけど、なんだろうな、わざとポタポタ垂らしたところ、そこがめっちゃなんか白くなってるっていう感じはしてない。一旦マスキングを剥がします。けどもう全体的に白っぽいな。結構広い面積でやったから分かりづらかったけど、このマスキングを剥がすとね全然違うわ。マスキングの跡がこれね伝わんないよね。しっかり拭いても拭ききれないっていうかね、なんだろうね。ちょうどここがマスキングテープ。この両方ともがすごい曇ってるように見えるでしょう。見えないか。ちょっと僕もね今ねカメラのこのモニターを確認しながら見てるんだけども、ちょっとモニターがちっちゃくてね分かりづらいんだよね。肉眼だとほんとこのミセコのところだけすごいツヤが出てるんだけども、やっぱ両サイドが全体的に白っちゃけちゃってる。これはコーティングが乗ったせいなのか酸によるものなのかちょっとよく分からん。いい方向には間違いなく転がっていない。とりあえず1日放置して明日撥水とかもちょっと見てみよう。そうしよう。こう見ると綺麗なんだけどね。もう最後に追い打ちですよ。他のガラス撥水剤もやってみようか。もう一通り酸が入ってるやつ用意してきました。奥側アクリンビューハイブリッドストロング、真ん中ら辺にスマートビュー1もうちょっと垂らしてこう。うわーやっちゃった。手前側超ガラコ。うわー出る。でいいね。前側から見てこの奥側マスキングテープを貼った奥側にハイブリッドストロングスマートビュー1超ガラコを垂らしておきました。であっちはね垂らすように使っちゃったので、この手前側は普通のハイブリッドストロングと同じ使い方で2度塗りをします。これマスキングの跡あるから。でね匂いだね。結構ねこのハイブリッドストロング気になる方多いと思います。僕もね臭いなと思うんだけど、この匂いね、これがもしかしたら酸とかに関係している可能性もなきにしもあらずなので、どれぐらいの濃度なのかも分かんないし、匂いがねこう漂ってくるっていうことは揮発したのを吸ってる可能性があるので、マスクはした方がいいな、間違いない。ということでとりあえずまた明日ですね。今日は終了。この部分は、乾いたら拭き上げておきます。はい、1日が経過しましたと。で今ねちょっとね取れてなかったんだけども、一回カーシャンプーで洗っちゃいました。しくったね。でカーシャンプーで洗って今ねちょっと分かったことがちょっとあって、奥垂らしたところをちょっと見てもらいたい。この部分なんだけども、この点々白い点々はこれは超ガラコの跡。これはね落ちきっていないと。で他のところも白っぽくシミになってるところがあります。めちゃめちゃね見にくいんだけども、肉眼でもねよく見ないとわからない。
この辺ちょっとシミ、あと向こうも若干シミ。ハイブリッドストロング CCI はすごい薄いシミなんだけども、超ガラコはめちゃめちゃ目立ってる。ここちょっと一回水かけます。でそんな思ったよりバチバチ弾かないっていう。ちょっと音キュッキュキュッキュなっちゃうんだけど、ちょっと強めにこすってきます。あ、これほらわかる？そうこれだ。僕が前について最悪だってなったの、これ超ガラコだ。そう、これがね取れないんですよ。ほらもうミミズの跡みたいになってるの分かる？ちょうどこの面はフリンビューハイブリッドストロングを、通常施工して、でこの辺は撥水剤をちょっとポタポタ垂らしたような感じ。もう撥水はもう全然しないね。この辺ちょっと弾いてるけど撥水っていう感じではない。でこの部分これねひどいね。はい、といった感じで動画の方以上になります。で今回はガラス用の撥水剤をボディに塗ったらどうなるのかっていう実験を行ってみました。今回はハイブリッドストロングと、あとスマートビュー1超ガラコを使って実験したんだけども、どれもやっぱその長く放置しちゃうと白く若干くすんでたかなといった感じだから、早めに拭き上げが必要。超ガラコの方がそのシミっていうのは結構ひどかった。しつこかったね。でもどうも落ちないやつは削るか水垢スポットクリーナーでちょっと効果があったので、それぐらいかな。どっちにしろなんかガラスのようにバチバチ撥水するのかと思ったら全然撥水もしなかったので、ボディにはそもそも使わない方がいいと、そういうことだね。でもしついちゃったらすぐ拭かないとダメと。で洗い流す必要があるということです。なので皆さんはガラス撥水剤をボディに塗ることないようにと、あと垂れてもしついてしまったらすぐ洗い流すようにしてください。とりあえずこんな感じで以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。